最強の巨竜エルバフに降臨。ニカルフイ解放のドラムを鳴らす。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1174話が公開されました。タイトルは世界で一番強いものです。扉へリクエスト。ティラノサウルスを子犬のように手なずけて散歩するロジャー。ペンネームトコモン。この話のストーリーは前回の続きから。まさかゲームの最終局面であの船が破壊されるとは。クソ、あのバカ夢豆。船を海運ごと持って行きやがった。これじゃあ計画が台無しじゃねえか。このままじゃガキ友が高所から落下して地面でミンチになっちまうぞ。軍子ガキ友を止めろ。計画は一旦中止だ。いや忘れろ、無理だ。イム様がまだ中に。せめてこの矢印さえ止められれば。一体なんでできてやがるんだ。何やっても効かねえ。ローニアの父親は斧で子供たちを導く矢印を断ち切ろうとし、老婆ですら必死に牙で噛みちぎろうとしている。パパ、ママ、助けて。無駄なことすんじゃねえ、バカ友が。あの矢印を止める方法がありゃ、とっくにやってるっつーの。待てよ、親たちはガキを守ろうとしてるが、できない。私の茨がそれを許さねえ。そのせいでガキ友は全員落下して死ぬことになる。ソマーズ星の表情が異常なほどに歪み、舌を出し、狂気じみた汗を流しながら、ある種の変態的な快楽に浸っているようだ。なんて美味な死に方だ。待て待て、こいつはむしろ儲けもんかもしれねえ。そもそも軍子はあのお方に操られてるから、こいつはあいつのミスってことになるし。ガキなんざ欲しけりゃ後でいくらでも調達できらあ。ソマーズ星は両手を掲げ、身体を反らし、彼が考える素晴らしき光景に完全に陶酔している。興奮し、うっとりとした様子で叫ぶ。絶望の涙を流して叫ぶ親子とも。ゾクゾクするねえ。ガキ友と PTA の諸君へ。聖地へ安全に護送するつもりだったが、小躍り時、手違いがあってな、船と海運が消滅しちまった。つまり、お前らは落下して死ぬってことだ。ゴール地点で待ち受けるのは悲劇的かつ滑稽で惨めな最後ってわけさ。は？何もないぞ。落ちる。このまま歩いたら落ちるぞ。両腕を失うことになろうとも止まらないわけにはいかん。おいもじいちゃん。残念だが他に道はねえ。あのバカソマーズは何をしてるんだ。せっかくガキ友を港まで運んだというのに。おいもは身の危険も顧みず、素手で茨を解こうと突進し、痛みに倒れ込む。くそ、ぐらー。やめて、痛いよおいもじいちゃん。痛いか。すまない。許してくれ。おいもの両手は茨で血肉がひどく傷ついている。はあ、あの矢印さえなくさねば。子供たちを止められない。救えないっていうの？そんなの嘘でしょ。指をくわえて子供たちが死ぬのを見てろっていうのか。冥界へ落ちたら死体すら見つけられねえぞ。ここでソマーズ星の顔の巨大なアップ。極限まで歪んだ他人の不幸を喜ぶ笑みを浮かべ、この悲劇を楽しんでいる。枠外にいる巨人がその表情を見て怒りの方向を上げる。笑ってんじゃねえ、この悪魔が。これは天罰なんだ、僕が悪いことしたから。どういうこと？ママに怒られるとき同じこと言われるもん。僕もだ。もっといい子にしてれば。いい子にしてなかったから死ぬってこと？でも死にたくないよ。これからはいい子にするから。子供たちはこれを罰だと思い込んでいるが、生存本能から必死に助けを求め、改心を誓う。その光景は極めて痛ましい。助けて。ごめんなさい。画面はソマーズ星のアップへ。子供たちの悲痛な懺悔と恐怖とはあまりに皮肉で悪意に満ちた対比として、ソマーズ星は満面の身の毛もよだつ笑みを浮かべ、彼にとって無常の喜びである正義の執行の瞬間を楽しんでいる。もう悪さはしないよ。ここでコロンの階層が挿入され、なぜ彼らがこれを天罰だと感じたかが説明される。階層の中でリプリーはかつて優しくコロンを諭していた。太陽の神様は悪い子のことを見てるのよ。コロンは勝ち取ったエミットのロボットおもちゃを見せびらかし、全く気に留めていない様子。でも母ちゃん見ろよ。決闘で勝って手に入れたんだ、俺のもんだ。それはあんたが強いからでしょ。弱い子にはもっと優しくしなきゃ。さあ謝りに行くよ。今すぐに。イルバはかつての変色を思い出す。母が怒ってなぜご飯を残したのか問い詰める。なんでご飯を残したの？
ママの料理が嫌いなの？イルバは当時、心の中で萎縮していた。だって、人参が入ってたんだもん。スカルディは危険なもので遊んだ過去を思い出す。父の武器を勝手に持ち出して遊んでいるところを見つかったのだ。信じられん。また父さんの剣を持ち出したのか？オラブは年長者に口答えしたことを思い出す。海賊をしているであろう祖父に対し傷つける言葉を放っていた。荒くれ者の海賊だろ、じいちゃんなんて。大っ嫌いだ。カリンは嘘をついたことを思い出す。母は心を痛めながら説教をする。誠実でなければ子供を守ることができないからだ。なんでまた嘘をついたの？嘘をつかれたらあなたを守ってあげられないじゃない。大事な私の宝物なのに。マグは宿題から逃げたことを思い出す。やっていないからわざと家に置いてきたのに届けられてしまい、心の中で不満を漏らす。なんで宿題持ってきたの？やってないからわざと家に置いてきたのに。画面は現実に戻る。暖かい海藻は唐突に断ち切られ、代わりに深淵へ落ちる極度の恐怖が襲う。うわぁ。死にたくないよ。ママ。まさに千金一発の瞬間、リプリーが身を投じてコロンの前に飛び出し、全身に茨をまとったコロンを力いっぱい抱きしめる。コロン。おいで、私の息子。ごめんなさい。止められなくてごめんね。自分を守るために刺され、傷だらけになったリプリーを見て、コロンは驚愕で瞳を揺らし、喉から信じられないという声を漏らす。二人はそのまま抱き合う。離れてよ母ちゃん。母ちゃんまで死んじゃうよ。大丈夫よ。一人では死なせない。リプリーの行動を見て、崖の上にいた他の巨人の親たちも心を動かされた。彼らはただ絶望して泣き叫ぶのをやめ、驚くべき決断を下す。全身に茨をまとった我が子を力いっぱい抱きしめたのだ。という悲鳴とともに、大勢の巨人の大人と子供がまるで吸い込まれるように迷うことなく深淵へと落下していく。落下中の子供たちはその光景を目にし、恐怖に満ちていた顔が驚きに染まる。ママ、母ちゃん、じいちゃん、ママ。しかし、この悲壮な光景もソマーズ星の目には極上のショーとして映っていた。彼は空を仰いで強唱し、耳障りなギャハハハハハという笑い声を上げ、まるで飛んで火に入る夏の虫のような行為を嘲笑う。大丈夫だよみんな。助けてくれるよね。ローニアの父は的確に我が子を掴んでいた。ローニア、よくやったぞ。さっきはよく頑張ったな。パパ、ベント、母ちゃん。ベントは以前、母ちゃんが怖かったことを思い出す。一番怖いのは誰って？母ちゃんだよ。現在に戻り、ベントは母に厳しくされて怖がっていたことを謝る。母ちゃんが怖いなんて言ってごめんよ。母は子供を強く抱きしめ、トゲが体に食い込むのも構わず優しく告げる。母さんは怖くてもいいのよ。あなたを守るために生きてるんだから。親子の愛が奏でる悲歌の中、画面の隅に一人の子供が取り残されている。周りの友達が親に抱きしめられているのを見て、彼女は涙を流し、羨望の眼差しを向けていた。いいなあ、あんな風に抱きしめてくれる親がいて。短い回想シーンが入る。私がご両親の代わりになるわ。先生はママじゃないじゃん。時間は現在に戻る。アンジェ先生はなりふり構わず駆け寄り、ヨハンナを抱きしめた。鋭い茨が彼女の身体を貫き、鮮血が飛び散るが、彼女は強く子供を抱きしめ、ヨハンナの名を叫ぶ。ヨハンナ。自分を守るために傷つき血を流すアンジェを見て、ヨハンナはようやくその深い愛を理解し、涙を流しながら、かつての呼び名で叫ぶ。アンジェ先生へ。ロードの弟は以前、兄がオタクであることを嫌い、恥ずかしいと思って怒鳴ったことを思い出す。兄ちゃん学校来ないでよ。オタクの兄貴なんて恥ずかしいんだよ。弟の拒絶に対し、ロードは苦くも優しい笑みを浮かべ、卑屈に弟の要求を受け入れていた。見つからないようにするよ。視線は現在へ戻る。天罰か。その時、ロードが砲弾のようにビョルンへ突進し、彼の名を叫ぶ。ビョルンタソー。ロードは弟の下へ潜り込み、身体でビョルンを受け止めた。ビョルンの身体の茨は容赦なくロードの身体を貫き、血が溢れ出す。彼は激痛に耐えながら言う。いいんだ。兄ちゃんは全然気にしないぞ。
普段見下していた兄が今まさに自分を救うためにこの惨状になっているのを見て、弟は完全に崩れ落ち、張り裂けんばかりの声で泣き叫ぶ。兄ちゃん。ソマーズ星は天を仰ぎ、特徴的な身の毛もよだつ胸章を上げ、目の前の惨劇に無情の興奮を覚えているようだ。ギハハハハ。見ろよ、あのゴミ友が崖から落ちていく様を。心が躍るねえ。なんてスリリングな物語だ。ただ落ちて死ねばガキ10匹で済んだものを。心境もバカ揃いだな。愛ゆえに子供と死ぬか。笑いすぎて腹が痛え。これぞ美しくも全く無意味な死ってやつだ。凄まじい落下の衝撃とともに予想された粉骨砕身は起こらず、代わりに鈍くも柔らかい衝突音が響く。土煙が舞う中、誰かが疑問の声を上げる。土煙が晴れると、巨人たちと子供たちは自分たちが無傷であることに驚愕する。ここはどこ？コロン。わかんない。でもみんな生きてる。うぐ。ママ。謎が解明される。なんと全員、地面ではなく、巨大で空気の入った柔らかい物体の上に落ちていたのだ。お前ら俺のゴムゴムの腹せんべいの上に乗っかってんだよ。チクチクすんだから。とっとと降りろ。ルフィ？おい貴様。上に行ったら俺の背中から降りろよ。背中？でなきゃ戦いの邪魔になるだけだ。お前ら空から降ってきたのか？通りかかってよかったな。俺の意図じゃねえ。俺は破壊者だ。救世主じゃねえ。誰の命にも責任は持たん。行くぞ。画面はまずエルバフの地面へ。天候が突如として極めて不気味な変化を見せる。晴れていた空から雪が降り始め、ソマーズ星は手を伸ばして雪片を受け止め、不審そうに問う。雪か？突然？雷だと？続いて衝撃的な前景ショット。象徴的な解放のドラムの擬音が空に響き渡り、巨大な稲妻が空を切り裂く。エルバフ全体が震えているかのようで、あの大木さえも激しく揺れている。木が揺れてる。ああ、なんだあれは？地面の人々は揺れで立っていられないが、これは単なる地震ではなく、生命力に満ちた律動のようなものだ。誰かがその奇妙なドラムのリズムを聞き、大声で問う。何のリズムだ？エルバフ全土が震えてるぞ。雪と雷鳴轟く奇妙な日。空は巨大な獣に覆われ、解放のドラムとともに太陽の神が現れる。バキバキという擬音とともにカメラはソマーズ星と軍湖のアップへ。先ほどまで歯に強調していたソマーズ星は今やその馴染み深くも恐ろしい気配を感じ取り、目玉が飛び出さんばかりに見開き、冷や汗まみれで恐怖にりつきながら叫ぶ。は！一方、軍湖は無表情のまま目の前のすべてを静かに見つめている。ギア5のルフィが象徴的な自由の息吹に満ちた強唱を空に響かせる。あひゃひゃひゃ。クリリリ。この話は最も震撼させる見開きの特大アップを迎える。巨竜ロキ、ギア5ルフィ、そしてリスのテトライが共に登場。巨竜の壊るべき巨体はその場のすべての MMA を完全に圧倒し、一掃し、向かうところ敵なしだ。ルフィはその巨大な怪物を指さし、興奮して叫ぶ。でっけえな青い。そっちの方がいいぞ。おっかしな格好。編集コメント、エルバフ、解放の地雷たる。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。